どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。縮みかしじみか真偽は定かではないさやです。どっちなのかわからない。深い謎ですよね、これは。全然違うもんだけど。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、全方向バッタ。どういうこと？これも全方向に腕がギュンギュン回ってる。気持ち悪いということで今回、神。いや神ゴッドじゃないの。夏目さんちはついに神が作りたもうたこの地球に挑戦していこうと思います。飛ばしすぎだろ段階。ありがとう。涙の最終回でしたね。ゲンさんどうでした？なんで後書きみたいになってるアフタートークすんで終わってるのに。ヘアの方です。僕が言ってるのは、お絵描きするときって何使いますか？イマジネーション。大事だけどそういうことじゃなくて、画材ですよ。いや、画材です。画材は絵の具だったりインクだったりなんかいろいろあるんだけど、ありますね。はい、それを塗るときに使うのは筆の先端何でできてるって毛ということで、今回やっていく企画はこちら。デルディプロの絵師が自分の髪の毛でお絵描きしてみたー。キャンプ行きて欲望ダダ漏れじゃねえかで、筆っていうのがそもそも期限が4000年前の新石器時代の頃にもうすでに毛筆上でのもので書いたと思われる記録というか文様があるらしいの。新石器時代ってあれでしょ、石の端っこをさ尖らせてさプスーってやつでしょ。プスーって何？最後わかんなくなった。急に全然わかんなくなった。でね、石こうやってこうやってなんかカンカン何その嬉しそうなんだよ。やるでしょ。なんでそんな嬉しそうなの？恋バナするテンションで石器に語んないで。いいやつってさ、動物の毛から作ったりするじゃない。リス毛とか馬の尻尾の毛とかありますね。その頃ウサギとか使ってたらしい。やっぱ身近だったからかな。そうかもしれません。我々のとって一番身近な毛状のものってこれか。お前はこれが美味しいんか。怖いよ。ホラー映画みたいになってんじゃないか。一番馴染みがあるのはやっぱり自分に生えてる毛、自分の DNA を使った筆だったらめちゃくちゃ情念のこもったイラスト描けんじゃねっていう確かに説をね、今回は検証していきたいんですが、なぜこの企画に考えが至ったかっていう時に、そうなの。これね、決して自虐ネタじゃなくて、夏目さんち明日美容院行くんですよ。鞘に至っては相当今伸びてて、今絵のサイズはこんぐらいじゃん。実際のサイズはこんぐらいないよ。大丈夫、こんぐらいないよって言ってこれさやさんが書くんですよ。好きなだけナンパしますよ。いや、いいよ。そこは史実に忠実にしとけよ。好き放題髪伸ばすこんなんなっちゃいますよ。やめろ。自分が書くんだからね。まあ僕もしかもね、もっさついてるわけよ。だからお互い、切った毛で筆を作って絵描いたろうがと思いました。早速やっていこうと思います。惜しいね。じゃあどうしよう。僕もさやもじゃあ行くから髪は髪は今からとりあえず普通にこれでいい？これでいくかなと。レイさん髪の毛ないの？待って字か？ちょっと自前のやつでやるって言った。自前のやつでやる人はこうなっちゃうから俺今魚拓みたいになっちゃうじゃん。それは無理だろ僕には。じゃあしょうがない、こっち側貸してあげるから。大丈夫かこれ？痛いよ、やめてよ。誰が出したんだよ。奥さんの髪の毛引っ張るつもりますかもう。自分から差し出したの。よし、じゃあどっか一箇所バシャッと切って、でそれで筆を作りましょう。そんな行く？ナルトの最初の桜ちゃんぐらい切るけどさ、区内で切るぐらい切っちゃうけどそれかっこいいけどさ、あのシーンどこ切る？じゃあこの辺で切る。パーンパパパパパ、そこは切りすぎだよ。もうその内側でパパ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 パこれはね、200光年離れた星に送って鞘をもう一つ増やすプロジェクト。怖っ、髪の毛から増やすの？見てここがなくなった。本当だ。見える。おい、そこ結構見えるとこじゃんそれ。よし、じゃあゲイさんからもサンプリングします。はい、ちょっとすっげえ怖いけどね。ただね、僕そんな長さいつも切らないからさ、気をつけてね。いくよ。わかんないよ。ハゲ作んないでね。結構いってない？大丈夫？怖っ。なんか長くない？シャキシャキシャキって。これは大丈夫？ドッキリじゃない？夫の後頭部に絵描いてみたとかやんない？ゲンのサンプルです。汚な僕の毛。これからいくらでもゲンさん増やせるよ。ゲンさんの毛テンパだからさ。よし、じゃあなんか強く持って。いや何しとんねんって。テンパダメだよ
よこの企画。結構有名なやつでさ、赤ちゃん筆っていうのがあるらしくて、そう赤ちゃんのね、そう体毛筆ってやつで、なんかその理論で言うと、真に人類に毛先があるのって髪の毛をまだ一回も切ったことない赤子の毛。そうらしいね。まあということで格差社会なんだけどねえ、なんかさやさんの方はなんかこのまま頑張れば筆作れそうじゃない？ゲンさんの筆なんかすごい特殊ブラシみたいになってるよ。なんか無理があるだろ。小学校のさ、教室でさ、誰も使わないさ、そう一番使いたくないやつ。一番使いたくないほうきみたいな。掃除の時さ、喧嘩になるじゃん。俺いいほうきだからみたいなやつになるじゃん。一番余るほうきみたいな。そう今日のゲンさんのあだ名は余るほうきです。なかなかないぞ。はい、ということで先端こんな感じで取りました。自分からの紙から採取しました。で今回割り箸をご用意しております。でこの割り箸どうやろうかなと思ったんだけど、一応ここに挟んでもいいかなと思ったんだけど、それでこうそうちょっと太いけど、じゃあまず割り箸でやっていきましょう。瞬間接着剤だったらつくはず。これ何にも知らない人がこれ見たらさ、なんか呪いのアイテムかなちょろげ出てさちょろげ出てるしさ、汚ねえし、なんかなんか特級呪物ですよこれ。特級呪物だよ完全に。それではね、天下一品の呪物が完成したところで、自分たちの髪の毛でお絵かきしていきたいと思います。じゃあ行きましょう。まず水をつけてどれぐらいまとまってくれるか。確かに問題は全然まとまんないけど強っ髪買ってんだよな僕の毛。そっか、柔らかい毛の生き物使うよね。馬とかさ、リスとかさ、ウサギもそうだけど。まとまった？嘘、ずる待ってずるくない？ゲンさんクソハンデじゃない？これどうしよう。今回僕ね、年始の襖にさ落書きした動画あったじゃない。あの動画の時に使った墨液が余ってたから、この洗濯で落ちる墨液も使って習字っぽくいこうかなと。先生カラーインクですよ。うわマジか。よし行くぜ。今回だから下書きもできないから。ここだって親戚時代でもしょうがない。そうです。鉛筆なんてね。鉛筆なんてね。なんか墨ぐらいありそうだけど。見て書ける。全然書ける。ねえこっからじゃあ普通のお絵描き動画じゃんこれ。ずるいじゃんそれは。やばい、墨つけてなおこれもう暴れてんだけど。墨に抗ってるけど。いや僕はこの醜い僕の髪の毛で一周回って可愛い女の子を描いてみせる。一旦ちょっと試してみる。夏目さんちの件です。案外いける？かっこいい。本当だ、なんかいい感じの線だね。テクスチャ感があるな。これはこれでめちゃめちゃ難しくて楽しいかもしれない。難しくて楽しいってなんだか感覚おかしくなっちゃった感覚が YouTuber になりすぎてる。最近普通にお絵描きしてないな。なんか大事なことを忘れそうになるよ。いや逆に思い出して、このお絵描きで遊ぶという感覚大事でめっちゃむずいから。ちょっと待って、どうしたらいいこれ。神に祈るがいいよ。ね、ニヤニヤしながら言わないで。全然うまくないから、本当に。今からさ、作焼き剃ってくださいとか言ったらやってくれるのかな。いや完全にあれでしょ、美容師さんの専門外でしょ。ありがとうございます、無事元服ですねって言われる。やだ、隣の席の人元服してたら集中できないと思う。確かに。なんかこの仕方なくランダムになっちゃう感じが楽しいな。仕方なくランダムどころかずっとランダム。毛だけにね、毛先は遊ばせていきたいですね。毛先遊びきってんだけどどうしてる？ゲンさんの毛遊びきってるね。楽しい、めっちゃ。こんなにこの企画楽しいと思ってなかった。もうちょっと地獄見ると思ってた。そう、無理だよ、もう自分で毛使っちゃうんだよねみたいな感じかと思った。そんな頭悪いことしようとしてたんだ。よかった、その予定がなくなって安心してる。どうゲンさん、富士急ハイランドと同じぐらい楽しいよね。わかる。戦慄迷宮って感じ。こっから50分間ぐらいなんかこの地獄が続くんだみたいな、そういう気持ち。ギネス乗っちゃうじゃん。どうしたらいいこれ。筆先のコントロールが効かないってレベルじゃないんだけど。紙と紙に申し訳ない気持ちになるよ。ちょっとうまいこと言おうとすんのなんなん？うまくないの。言いたいだけ。間違いなくね、雰囲気はいいんだよ、毛先の。おかしいもん。なかなかさ出そうと思って出ない感じあるよね。そう、この感じは出ないよ。普通の筆じゃね、なかなかこれ出しづらいと思う。この意味わからん感じ。ほら、すごくない？ほんとだ。そう、ここはいいのよ。いいの。だからどうするっていう。お隣さんがね、今日からどうやら風鈴をね導入したらしくて、お外からねチリリンチリリンって聞こえるの。風流なのよね。素敵よね。私も風鈴鳴らしたい。ゲンさんの頭上で。うるさ。今風鈴って。風流の押し売り。でもなんかね、何度も毛につけてたら少しずつまとまってきてる髪が。そう、共鳴してんじゃん。共鳴してる。墨と共鳴してるこいつが。すごいいい感じなんだけど。なんかすごいカラーインクの力使いまくってる。洗濯で落ちる墨液はね、水を使うと青っぽくなるという性質がある。そうだ。割とそれが。何お前経験値生かしてんの？しっかり経験値生かしてる。それが好きだから後々そういう要素を足していきたい。俺の傷んだ髪、傷んだテクスチャを
かっこいい俺の傷んだ髪。それさ、こんな本物の筆でやったらさ、死ぬほどボサボサになるからさ。そう、これ本物の筆じゃあんまりやれないやつ。でもこれなんかダメだ、これゴンさんと同じ現象起きてる。もうこれで終わってもいいだ。待って、筆の寿命が終わった今。見て、これなんか心なしかゴンさんに見えてきた。おかげででもかっこよくなってるちょっとね。そう、この100均のね、良くないと言われている木液がね、お絵描きだといい色になるんだよな。そうね、だって黒じゃなくてもいいって思ってやってるから。逆に不用意に青が滲んで入ってきちゃうってのは嬉しいんだよね。ということで、自分の呪いの髪の毛で絵を描いてみました。せーの、デドン。うおー、いい感じじゃないですか。思ったよりいい絵描けたんじゃない？ほんと。目がジャってなってんじゃん。傷これ。そう、傷。これはね、ずーっとね、森に住んでるね、戦士みたいな女の人。森の戦士。そう。ピンクっぽくなってるところだけ傷を負ってるってことなの、これは。ああ、なるほどね。で、顔が、はいはいはい。片目描く勇気がなかったわけじゃないんだけど、ちょっとこっちがね、こう、やけどでバーってなって、片目が開かなくて、で、セクシー唇。厚ぼったい。あ、そう。女性です、今日は。で、こう、髪の毛がね、こう、バサバサしたバーってこう、ちょっ感じのと動物っぽい感じのね。はい、カラーインクに身を任せ。はい。ちょっと被ってんですけど、設定。森の女なんだよ。この子ね、うん、頭の上には、はい、森の主を飼ったのよ、これ。あ、飼っちゃったの？そう、森の主を飼った時の記念で作った、森の主の頭で作った被り物なの、これ。で、これは手には巨大な鳥の足をくり抜いて作った鳥爪グローブで、森の中で一番恐れられている人間なんだよ。すごい込められてた意味が。そう。ってことは、この森の戦士の女の人と出会ってるかもしれない。色的に言うとなんかこう光の戦士と闇の戦士。そんな感じです。あ、分かった。西の森の戦士と東の森の戦士で、こことここが結託するか、もしくはこことここが争う可能性もある。確かにスマブラで決着つけましょう。なんでね。賛成はしないだろ別にこいつら。地味すぎるだろ誰だよ。ちょっとで私長めにさ切ったからさ、ちょっと自分で操作できない感じがあってひょろっていっちゃうのが楽しかったんです。髪の毛でひょろんひょろんさせてみました。ちょっと自分じゃコントロールできなかった。そうちょっとずっとコントロールできなかった。見て。しょうがない。だって一番最初にもらったポケモンレベル40だったから。強っ。全然言うこと聞かない。全然言うこと聞かない。いやでもね、途中から言うこと聞かせられるようになったのね。すごいいい感じ。このバサバサ感をもう一層生かそうかと思って、荒々しく洗濯で落ちる木液っていう、これがねすごく良くて、理由がちょっと茶色くなるの。そうね。そう、薄めた時に灰色になって、その後錆びたような茶色が出て、さらにその後青が出るの。水を多く含ませると。それが綺麗だよね。だからそう、すごいなんかランダムにジュワってなる感じがあって、すごいかっこいい色合いになるから、実は気に入ってる。で、ここはあれでしょ、美術の先生に怒られるゾーン。あ、そうそう、このベン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 ってこういう使い方すると筆がダメになるのが早くなるから、普通の筆でやると怒られるやつね。でももうボロボロだから、ほらもうボトボトだから、ボトボトだから見てほら、ワックスつけすぎた時みたいになってる。さっき調べたんだけど、大人の筆も記念筆みたいな形で筆にしてくれるサービスがあるらしくて、だからきっと皆さんのお手元にはこんな特級呪物みたいなやつはならないと思うんですけど、こんな特殊画材みたいなやつは出てこないんだけど、ただ思った、今回これだけで描いたけど、絵の一部にこういう筆使うのはありかな。あー確かにね。実際売ってるけどね、こういう筆。あ、そうね、ガサガサ、ガサガサになる用の筆とか売ってるけど、もっとランダムに行きたいっていう方は案外こういう筆作ってみてやるのもちょっと面白い表現になるんじゃないかなと。まあでも大変でした。髪の毛ちょっと減ってるしね。そう、しかも髪の毛すごい下手くそに減ってるからね。下手くそに減ってるから普通だってこんなところ急になくならないからね。どうしちゃったんだよ。だから明日美容師さんに筆にしちゃってって言ってきます。楽しかったね。はい、ではゲンさんの髪の毛残りも全部剃髪していこうと思います。やめろよ、思いましたね。やめろ第2弾始めるの急にもう2本目入るな動画に。